皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日は日本のマナーについて、特に旅行者が困るかもしれないマナー、日本独特のマナーについて紹介します。日本にはルールとして書かれていなくても、みんなが自然に守っているマナーがたくさんあります。以前、ジャパミミのポッドキャストでも、電車の中でのマナーについて紹介しました。その中で、例えば、電車の中で電話しない、大声で話さないというマナーを紹介したんですが、これもルールとしては書かれていないけど、みんなが自然に気をつけていることなんです。皆さんが将来、日本を旅行したり、日本で生活したりすると、ルールは書いてないけど、守らないとちょっと気まずいというマナーに出会うことがあるかもしれません。今日は皆さんが知っておいた方がいいと思う日本のマナーを4つ選んだので、順番にお話ししていきたいと思います。エスカレーターの乗り方、靴の脱ぎ方、肌の露出について、そしてゴミを持ち帰ることについてお話ししたいと思います。今日はインターメディエイトレベルということで、N4 から N2 ぐらいの語彙や文法を組み合わせて話しますので、皆さんが知っているものがあれば復習の機会に、知らないものがあれば新しい学びの機会にしてもらえたらと思います。それでは始めましょう。ジャパミニ。まずはエスカレーターの乗り方です。日本では多くの場所で片側に立って片側を開けるというマナーがあります。それだけならそんなに難しくないと思うんですが、実は地域によって右か左かが違うんです。例えば東京では左に立って右を開ける。大阪では右に立って左を開けるというのが一般的です。これはルールでも法律でもありません。でもみんなが自然にやっていることなんです。ちなみに私はこれまで関西で暮らしてきたので、関西のエスカレーターの乗り方が自然に体に染みついています。関西では例えば滋賀県と京都では左に立つ。大阪と神戸では右に立つという乗り方が一般的です。この乗り方を知らない人がエスカレーターの真ん中に立っていると、特に駅や会社などで急いでいる人が通れなくて、ちょっと困った空気になることがあります。特に旅行中の人なら、大きい荷物やスーツケースを持っていますよね。そのせいで通れなくて、イライラしてしまう日本人もいると聞いたことがあります。でも、この片側に立って片側を開けるという乗り方は危ないと考えている人もいます。エスカレーターに乗るとき、歩いたり走ったりする人がいると、他の人にぶつかったり、怪我をしたりするかもしれないからです。だから、片側に立って片側を開けることが本当にいいマナーかどうかは人によって考え方が変わってきます。実際、エスカレーターの近くのポスターや注意書きに
エレベーターで歩かないでくださいと書いてあることもあります。だから、私のおすすめは、とりあえず周りの人と同じようにエスカレーターに乗る。または、どこに乗ってもいいけど、歩かないでじっとしているという方法です。私も普段そのようにしています。特に駅は人が多いし、急いでいる人も多いので、ぶつからないように気をつけながら乗ることが大事だと考えています。また、デパートなど、そんなに急いでいる人がいなさそうな場所だったら、片側に立たなくてもいいと考えています。例えば、このような場所に夫と買い物に出かけた時には、隣り合ってエスカレーターに乗ることもあります。というわけで、正解はないんですが、周りの人をよく観察して、近くに困っている人がいるかどうか確認して、他の人の迷惑にならないこと、怪我をしないこと、などを優先して考えてみてください。安全第一です。次は、靴の脱ぎ方です。皆さんも多分知っている通り、日本では靴を脱ぐ場所がたくさんあります。家だけでなく、旅館、学校、病院、居酒屋など、靴を脱ぐ場所がとっても多いです。ここで大事なのは、脱ぐことだけではなく、脱ぎ方です。基本的に靴を脱ぐときは、靴を揃える、入り口の方向に向ける、スリッパがあれば履くというのがいいと思います。また、日本人も間違いやすいんですが、靴を脱ぐときは店内の方向のままで大丈夫で、脱いだ後に靴を揃えるというのが正しい脱ぎ方だそうです。脱ぐときから入り口の方に向いている人も多いんですが、これは実はあんまり綺麗な脱ぎ方ではないそうです。なぜなら、入り口の方を向いて靴を脱ぐと、店員さんや家主にお尻を向けることになるからです。これはあんまり綺麗な姿勢ではないので、脱いだ後に靴を揃えるのがおすすめです。外国からの旅行者の方は、どこで脱ぐの？ここは土足 OK？ と迷うことが多いかもしれませんが、脱ぎ方にも注目してみてもらえたら嬉しいです。ちなみに、高級なレストランでは、裸足があんまり良くないと考えられる場合もあります。私は以前、夏の暑い日に、裸足にパンプスを履いて高級レストランに行ったことがありました。このお店の入り口で靴を脱がないといけないというのを知らなかったんです。靴を脱いでお店の中に入ろうとしたとき、店員さんに、ここで少しお待ちくださいと言われました。その後、裸足はご遠慮いただいておりますので、こちらの靴下をご利用くださいと言われて、靴下を渡されました。ちょっと恥ずかしい思いもしましたが、それがマナーだと知って勉強になりました。もらった靴下を履いて食事をして、その後靴下は持って帰っていいと言われました。その時から私は外食をするときに必ず靴下を履いていくようにしています。今は冬なので裸足で出かける人はほとんどいないと思いますが、
春や夏など裸足が気持ちいい季節に出かけるときには少し気をつけてみてくださいね。次は服装についてお話しします。日本は安全な国だと言われていますが、服装については保守的な考え方があります。例えば、胸やお腹が大きく見える服、とても短いズボンやスカート、露出が多い服などは、場所によっては派手すぎる、マナーが良くないかもと思われることがあります。特にお寺や神社、学校、フォーマルな場所では肌の露出は控えめが安心です。日本では見られてもいいかより、周りの人がどう思うかが大切にされることが多いです。先日 YouTube のショート動画をいろいろ見ていたとき、日本を旅行中の外国人のインタビュー動画を見つけました。日本人が旅行中に困ったことはありましたかと質問したところ、その旅行者は、日本人がじろじろ見てくる。服装のせいかもしれないけど、私の好きなファッションだから、と言っていました。確かに、自分の好きなファッションを楽しむことって本当に大切だと思います。自分のアイデンティティも表現できるし、何より気分が上がって楽しいと思います。ただ、その時この旅行者は水着のようなファッションだったんです。とても短いズボンを履いて、キャミソールタイプのトップスを着ていて、上着はなくビーチサンダルのような靴を履いていました。このような服装は日本人にとっては刺激が強いというか、派手というか、ちょっとびっくりしてしまうことがあります。だから日本人はこの旅行者をじろじろ見てしまったのかもしれません。旅行者の皆さんにはもちろん日本を楽しんでもらいたいし、日本を好きになってもらいたいので、この動画を見て少し日本人に寄り添った服装についても知ってもらえたら嬉しいと思いました。最後はゴミのマナーです。日本に来たことがある人は知っているかもしれませんが、日本はゴミ箱がとっても少ないです。コンビニや駅以外ではなかなか見つかりません。コンビニでさえゴミを捨てないでくださいと書いていることがあります。そのため、ゴミは持ち帰る、カバンに入れておくというのが一般的なマナーになってきました。外国人の方は、ゴミ箱がない、どこに捨てればいいのと困ることが多いかもしれません。でもそんな時、道や公園にゴミを捨てないでほしいです。だから、頑張ってゴミ箱を探すか、カバンの中にビニール袋をいつも入れておくか、対策をするのがいいと思います。私も普段そうしています。カバンの中にゴミ袋として使える袋を入れるようにしています。日本ではゴミを出さない、出したゴミは自分で管理するという考え方が強いだけでなく、ゴミ箱を用意するコストを減らすこと、テロを防ぐことも考えてゴミ箱を少なくしているようです。皆さんもご協力よろしくお願いします。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。
今日のテーマは知っておいた方がいい日本のマナーでした。今日話したことはマナーなので、ルールや法律ではありませんから心配しすぎないでください。でも多くの人がマナーを知っていれば、みんなが気持ちよく旅行や生活ができると思うので、皆さんにも知ってもらえたらいいなと思って今日の動画を作りました。もしよかったら、ジャパ耳で以前、お箸のマナーについても動画を配信したので、こちらもぜひ聞いてみてくださいね。ではまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。